Should Sakuma-san also be allowed to participate on the dishwashing course? Michelle-san, that is. It's a joke, a joke. Aren't you taking this too seriously? 佐久間さんも参加してもらいましょうか。皿洗いコースで冷たい笑い声が厨房に響いた。若い料理人たちの視線が一斉にシノに向けられる。ミシェルさん、それは冗談ですよ。冗談。真面目になりすぎじゃないですか。再び起こる笑い声。シノの手がわずかに震えた。63年を生きた女性の心に深い屈辱が刻まれていく。皿洗いのおばさんが日本料理を。これは遊びじゃないんです。容赦ない言葉が次々と降り注いだ。シノは何も言い返せずに、ただ吹くことしかできなかった。その時、彼女の瞳に一粒の涙が光った。しかし誰も知らなかった。その手が、かつてどれほど多くの奇跡を生み出していたのかを。横浜の朝はいつも霧から始まります。港から立ち上る濃い灰色の霧が街を包むと、高級レストラン、ルセーヌの裏口が静かに開きます。朝の5時半、佐久間氏の派今日も変わらず、一番最初に出勤しました。手には古いバッグ一つ、足取りはけやかでしたが、背中には歳月の重みがありました。レストラン裏口の冷たい取っ手を回すとき、彼女の手がわずかに震えました。関節炎のせいです。けれども表情は変わりませんでした。いつものように、静かで落ち着いていました。今日も始まりますね。小さなつぶやきが、夜明けの空気に溶けていきました。厨房の中は闇に沈んでいました。シノは電気をつけなくても、すべての道を知っています。暗闇の中でも正確にエプロンを見つけて結び、ゴム手袋をはめました。蛍光灯が一つずつつくと、広い厨房が姿を現します。ステンレススチールの調理台が冷たい光を反射しました。昨夜最後のサービスが終わった後の痕跡が、あちこちに残っていました。シノはまず大きなシンクに向かいました。水音が厨房に響き渡ります。冷たい水が彼女の手首を濡らしましたが、気にしませんでした。むしろその冷たさが、1日を始める合図だったのです。最初の皿を手に取りました。昨夜最後のお客様が使ったデザート皿です。チョコレートムースの甘い香りが、まだかすかに残っていました。シノの手の動きが始まりました。スポンジが皿の表面に沿って、優しく動きます。円を描くように、リズミカルに、まるでピアニストの指のように正確で優雅でした。泡が白い花のように咲き上がっては、澄んだ水とともに消えていきます。1時間が過ぎました。料理長の田中が到着します。50代半ばの彼は、いつも不愛想でしたが、シノにだけは礼儀を保っていました。今日も早いですね。佐久間さん、おはようございます。料理長、朝晩が冷え込むようになりましたね。短い挨拶でしたが、長年一緒に働いてきた同僚の温かさが込められていました。やがて若い料理人たちが一人ずつ現れます。20代後半から30代前半まで、みんな料理への情熱に満ちた青春たちでした。彼らはシノを見て軽く頭を下げました。しかし彼らの眼差しには、微妙な無関心が混じっていました。ただ皿洗いを担当するおばさん。それ以上でも以下でもないと思っているようでした。厨房の影、昨夜聞いたその言葉が、シノの頭の中で巡っていました。若い料理人の林が同僚に言った言葉でした。佐久間さんって、本当に影みたいですよね。いつも隅っこで静かに仕事ばかりしてるじゃないですか。傷つかなかったと言えば嘘でしょう。けれどもシノは怒りませんでした。理解していたからです。彼らにはただそう見えるだけなのだということ。朝はちときになると、厨房が本格的な忙しさに包まれました。野菜を切る音、フライパンが熱せられるジュージューという音、調味料が熱い油に落ちるパチパチとした音。厨房は一つのオーケストラのように調和して動いていました。シノは相変わらずシンクの前で黙々と働いています。皿たちが彼女の手を通して新しい命を得ました。油汚れ一つなく輝いて、次のお客様を待っていました。その時でした。裏口が開いて、一人の男性が行ってきます。背が高くて金髪の西洋人、フランス留学帰りのスーシェフ、ミシェルでした。彼は厨房を見回して満足そうな笑みを浮かべました。すべてが完璧に整理されていたからです。しかし彼の視線がシノに止まった時、表情が微妙に変わりました。ミシェルはフランス・リヨンの有名料理学校を卒業しました。帰国後このレストランにスカウトされて、2ヶ月目の勤務中です。彼には誇りがありました。正統フレンチ料理への確固とした信念もありました。シノは彼の視線を感じましたが、顔を上げませんでした。ずっと皿を洗い続けて、自分の仕事だけに集中していました。洗い物桶から上がる温かい湯気が、彼女の顔を優しく包みます。その瞬間、誰にも見えませんでした。シノの瞳の奥で輝く何かを、まるで眠っている炎のように、
いつかまた燃え上がる日を静かに待っている情熱を。午前が深まるにつれて厨房のリズムはさらに速くなりました。ランチサービスの準備が始まったのです。シノは相変わらず自分の持ち場を守っていました。変わらないように見えましたが、彼女の耳はすべての音を聞いています。料理人たちの包丁の音から野菜の新鮮度が分かりました。ソースの煮える音で火の強さを察することができました。63年を生きた歳月が、そして料理と共に過ごした長い時間が彼女に与えた贈り物でした。しかし誰も知りませんでした。皿洗いをするその手が、かつてどんな奇跡を生み出していたのかを。その日、レストランルセーヌには異例の緊張感が漂っていました。外国大使を招いた晩餐会の準備だったのです。普段の営業と破格が違う、特別な夜でした。厨房には朝から張り詰めた空気が流れていました。午前と時、料理長の田中が厨房の中央に立ちました。手に一枚の紙、今夜のメニュー表でした。今日は特別な日だ。みんな気を引き締めてくれ。若い料理人たちの顔に緊張が走ります。こういう機会はめったにありませんでした。成功すれば評価につながる。失敗すれば誰もが同じことを考えていました。シノは隅のシンクで、いつものように黙々と作業を続けていました。けれども彼女の耳は、すべての会話を聞いていました。スーシェフのミシェルが前に出ました。金髪をかき上げながら、自信に満ちた表情を見せています。フレンチのコース料理で組み立てましょう。アミューズブーシから始めて、かの説明が続きます。前菜、スープ、魚料理、肉料理、一つ一つが洗練されたフランス料理の技法で構成されていました。若い料理人たちは簡単の声を上げます。さすがフランス留学組だという顔でした。素晴らしいですね、ミシェルさん。本格的なフレンチですね。称賛の声が厨房に響きます。ミシェルの胸は誇らしげに張られていました。その時、ミシェルの視線がふとシノに向かいました。彼女は相変わらずシンクの前で皿を洗っています。まるで何も聞こえていないかのように、ミシェルの口元にかすかな笑みが浮かびました。それは優越感に満ちた冷たい笑みでした。あ、そうそう、ミシェルが手を叩きます。みんなの注意が彼に集まりました。佐久間さんも参加してもらいましょうか。皿洗いコースで一瞬の静寂、そして若い料理人たちから笑い声が漏れました。小さく、けれども確実に、まるで面白いジョークを聞いたかのように、シノの手がわずかに止まりました。しかし彼女は振り返りませんでした。ただ静かに皿を洗い続けます。泡が手の兜に飛び散って小さな虹を作りました。ミシェルさん、それは。料理長の田中が止めようとしましたが、ミシェルは肩をすくめました。冗談ですよ。冗談。真面目になりすぎじゃないですか。笑い声がもう一度起こります。今度はもう少し大きく。厨房の空気が何かしら軽薄なものに変わっていました。シノの胸の奥で何かがかすかに痛みました。けれども表情は変わりません。63年を生きた女性の静かな尊厳がそこにありました。昼食の準備が始まりました。厨房は一層の忙しさに包まれます。包丁の音、フライパンの音、オーダーを伝える声、すべてが混じり合ってレストランの日常を奏でていました。シノは自分の持ち場を離れませんでした。しかし彼女の動きにはいつもと違う何かがありました。より丁寧に、より集中して、まるで一枚一枚の皿に特別な意味を込めているかのように。午後3時、昼食サービスが終わって束の間の休憩時間です。料理人たちは疲れた体を休めていました。シノはエプロンのポケットに手を入れました。そこには古い布に包まれた何かがありました。彼女はそれを取り出そうとしてためらいました。長い間人に見せたことのないものでした。でも今日は違いました。何か胸の奥で小さな炎が揺らめいている気がしたのです。シノは静かに布を解きました。現れたのは一本の包丁でした。古いは包丁、輪は長い年月を経ているのに美しい光を放っていました。柄の部分には細かな装飾が施されています。まるで芸術品のように気品に満ちていました。その包丁、若い見習いの山田が偶然それを見つけました。かの声に驚きが混じっています。すごく綺麗ですね。シノの手が包丁の刃を優しくなぞりました。冷たい金属の感触。しかしそこには温かい記憶が宿っているようでした。料理人は包丁と共に年を重ねるものです。シノの声は静かでした。けれどもその言葉には深い重みがありました。長い年月をかけて磨かれた職人の誇りが込められていました。厨房の空気が変わりました。若い料理人たちが一斉にシノを見つめています。その表情には困惑がありました。いつもの皿洗いのおばさんとは違う何かを感じ取ったのです。しかし誰もその意味を理解できませんでした。
ミシェルが鼻で笑いました。古い包丁をお持ちなんですね。骨董品ですか。かの声にはやはり軽蔑が含まれていました。シノは答えませんでした。ただ静かに包丁を布で包み直し、エプロンのポケットにしまいました。夕方が近づきました。晩餐会の準備が本格的に始まります。厨房は戦場のような緊張感に包まれました。ミシェルが指揮を執ります。若い料理人たちはかの指示に従って次々と準備を進めていきました。シノは相変わらずシンクの前にいました。けれども今度は使い終わった調理器具を洗う作業です。包丁、まな板、鍋、料理人たちが使ったすべてが彼女の手を通して清潔になっていきます。一本の包丁が運ばれてきました。若い料理人の林が使ったものです。ワニ野菜の汁がついて少し曇っていました。シノはその包丁を手に取りました。そしてふと動きが止まりました。包丁の刃を見つめながら何かを思い出しているようでした。遠い記憶、輝いていた日々、失われてしまった何か。彼女の指が輪の部分を軽く撫でます。まるで古い友人に再会したかのような懐かしそうな手つきでした。佐久間さん、料理長の田中が声をかけました。シノの様子が気になったのです。すみません。シノは我に返って包丁を丁寧に洗い始めました。しかしその手つきはいつもとは違っていました。より慎重に、より愛情を込めて、まるでその包丁が特別な宝物であるかのように。夜が深まります。晩餐会の時間が迫ってきました。厨房破砕校長の緊張感に達していました。シノは片隅で静かに作業を続けています。しかし彼女の心の中では小さな嵐が起きていました。午後に見せた包丁のこと、料理人たちの反応、ミシェルの軽蔑的な言葉、そして何より自分の中でよみがえり始めた古い記憶。夜の届き、晩餐会は無事に始まりました。大使をはじめとする貴賓たちがミシェルの作ったフランス料理を堪能しています。厨房では後片付けが始まっていました。料理人たちは疲れ切っていましたが満足そうでした。成功した晩餐会の余韻がまだ空気に残っていました。一人また一人と料理人たちが帰っていきます。最後に残ったのはシノ一人でした。静寂が厨房を支配します。昼間の喧騒が嘘のような深い静けさでした。シノは再びエプロンのポケットから包丁を取り出しました。今度は誰の目も気になりません。彼女は包丁を大切そうに手に取り、布で丁寧に拭き始めました。一筋また一筋、愛おしそうに輪を磨いていきます。この手がまだ誰かの心を温かくすることができるでしょうか。小さなつぶやきが静かな厨房に響きました。それは自分に向けた最後の問いかけのように聞こえました。そして同時に新しい決意の始まりのようでもありました。包丁が月明かりに輝きます。まるで答えるかのように。晩餐会の2日前、午後2時、突然ホテルのマネージャーから電話が入りました。料理長の田中が受話器を握る手に力が言います。はいはい、わかりました。電話を切った田中の表情は青ざめていました。厨房にいた全員が彼を見つめます。どうされました？ミシェルが尋ねました。田中は深いため息をついて答えました。大使閣下から要望が日本料理を希望されるそうです。静寂が厨房を支配しました。フレンチレストランで本格的な和食を作る。それは想像を超える難題でした。ミシェルの顔が一瞬で曇ります。かの得意分野はフランス料理。和食については基本的な知識しかありませんでした。そんな急に言われても、若い料理人たちも困惑の表情を浮かべています。みんな洋食一筋で育ってきました。和食の基本的な出汁の取り方さえきちんと知らない人がほとんどでした。田中が額に手を当てます。どうしましょう。外部から和食の職人を呼ぶしかないかもしれません。でも2日後ですよ。今から手配できるでしょうか。厨房に重苦しい空気が憑依ました。せっかく準備してきたフレンチのコースが全て無駄になってしまいます。その時、シンクの向こうから静かな声が聞こえました。私が作らせていただきます。みんなが振り返ります。シノが立っていました。いつものように穏やかな表情で、しかしその目には確固とした意志がありました。一瞬の沈黙、そして誰かがクスクスと笑い始めました。佐久間さんが、皿洗いのおばさんが日本料理を、笑い声が厨房に響きます。ミシェルも苦笑いを浮かべました。佐久間さん、お気持ちはありがたいですがこれは重要な晩餐会なんです。シノの表情は変わりませんでした。ただ静かに立って、みんなを見つめています。冗談はやめてください。若い料理人の林が言いました。これは遊びじゃないんです。失敗したら大変なことになりますよ。シノは何も答えませんでした。ただ小さく頭を下げて、再びシンクに向かいました。笑い声がしばらく続きました。厨房の緊張が
一時的に和らいだようでした。しかし誰も気づきませんでした。シノの横顔に浮かんだかすかな寂しさを。夕方になっても解決策は見つかりませんでした。田中は必死に連絡を取りましたが、短期間で一流の和食職人を確保するのは困難でした。明日も探してみます。疲れ切った田中がつぶやきました。なんとかなるでしょう。ミシェルは楽観的でした。けれども内心では焦りを感じていました。夜が深まり、一人また一人と帰っていきます。最後に残ったのは、やはりシノだけでした。静寂の中、彼女は最後の皿を洗い終えました。そして、ゆっくりと厨房を見回します。明日もまた、同じ光景が繰り返されるでしょう。シノはエプロンを外しました。そして、静かに冷蔵庫の前に立ちました。中にある食材を一つ一つ確認していきます。昆布、鰹節、干し椎茸、和食の基本となるで汁の材料がありました。野菜も新鮮なものが揃っています。シノの心に古い記憶がよみがえり始めました。10年前の京都、五稜局での最後の日々。あの頃、一人の外国人貴賓が長期間滞在していました。病気療養のためでした。西洋料理ばかりで体調を崩していたかのために、シノは特別な料理を作ったのです。優しい出汁で煮た茶碗蒸し、体に負担をかけない薄味の煮物、心を込めて作った温かい汁物。その男性は、料理を一口食べて涙を流しました。この味は心のふるさとのようです。たどたどしい日本語でしたが、その感謝の気持ちは十分に伝わりました。ハサン文化大臣、中東の小国から来た、文化と芸術を愛する紳士でした。日本の伝統文化に深い造形を持ち、特に和食の繊細さに感動していました。シノはかのために、毎日違った日本料理を作りました。季節の移ろいを感じさせる献立、体調に配慮した優しい味付け、心を込めた一品一品。大臣は回復すると、シノにしんしんと頭を下げました。あなたの料理が、私の命を救ってくれました。そして帰国する気は、こう約束してくれたのです。いつか必ず、もう一度あなたの料理をいただきたい。あれから10年、シノは新聞でハサン大臣の名前を見つけました。今度の晩餐会の主賓として来日すると書かれていたのです。彼女の胸が高鳴りました。もしかしたら、あの約束を覚えていてくれるかもしれない。そして、もう一度自分の料理を食べたいと思ってくれているかもしれない。シノは厨房の中央に立ちました。月明かりが窓から差し込んで、調理台を照らしています。この場所で、もう一度料理を作ることができるでしょうか。彼女はエプロンのポケットから包丁を取り出しました。古いは包丁が、月光を受けて静かに輝きます。この包丁と一緒に、どれだけの料理を作ってきたでしょうか。どれだけの人を喜ばせてきたでしょうか。シノの目に、静かな決意が宿りました。明日、もう一度提案してみよう。今度は本気だということを、みんなに伝えよう。ハサン大臣のために、そして、自分のために、長い間封印してきた料理人としての魂が、ゆっくりと目覚め始めていました。けれどもシノ走りませんでした。明日、さらに大きな困難が待ち受けていること。ミシェルは、彼女の提案を簡単には受け入れないつもりでいました。自分のプライドにかけて、和食職人を見つけるか、自分が何とかして和食に挑戦するつもりだったのです。そして何より、皿洗いのおばさんに厨房を任せるなど、絶対に許せることではありませんでした。シノが包丁をしまい、静かに厨房を出ていく後ろ姿を、誰も見ていませんでした。しかし夏が、その姿を優しく照らしていました。まるで応援するかのように、翌日の夜明けは、すべてを変える始まりになるでしょう。翌朝、夜明けの光が厨房の窓を薄く染めました。時刻は午前4時半。いつもより1時間早い出勤です。シノは静かに裏口を開けて、誰もいない厨房に足を踏み入れました。今日は違いました。彼女の手には、いつもの古いバッグの他に、小さな風呂敷包みがありました。中には昆布、上質な鰹節、干し椎茸、昨夜、自宅から持参したものです。シノは電気をつけませんでした。枠目怒りの中で、まず手を洗います。冷たい水が指先を刺しましたが、心は静かでした。昆布を取り出しました。厚みがあって、表面に白い粉がついた良質なものです。シノの指が、昆布の表面を優しく撫でました。乾いた布で丁寧に拭き取っていきます。水音が響きました。大きな鍋に水を張り、昆布を静かに沈めます。1時間ほど置いて、旨味を引き出すのです。シノはタイマーをセットしませんでした。体に染みついた感覚で、時間を計ることができるのです。午前5時、外の空が少しずつ明るくなってきました。シノは昆布を鍋から取り出し、火にかけました。
弱火でゆっくりと温めていきます。湯気が立ち上がり始めました。その時、鰹節を削り始めます。古いは包丁の刃が鰹節の表面を薄く削っていきました。シュッ、シュッと規則正しい音、削られた鰹節が花びらのように舞い踊ります。香りが厨房に広がり始めました。深く、温かく、どこか懐かしい香り、海の恵みと時間が作り出した日本の心のような香りでした。午前6時、料理長の田中が到着しました。いつものように不愛想な表情でしたが、厨房に足を踏み入れた瞬間、立ち止まりました。この香りは、田中の鼻がかすかに動きます。何十年も料理の世界にいる彼でも、こんなに純粋な出汁の香りは久しぶりでした。篠は振り返らず、作業を続けています。今、火を止めて、削った鰹節を投入するところでした。湯の表面が一瞬で茶色に染まります。佐久間さん、田中が小さく呼びかけましたが、篠は集中していました。鰹節が沈むのを待っています。この瞬間が最も大切なのです。6時半、若い料理人たちが次々と現れました。林、山田、そして一番年下の見習い、佐藤真理。何この香り、すごく温かい。マリが思わずつぶやきました。19歳の彼女は、まだ料理の世界に行って1年目です。洋食しか知らない彼女にとって、この香りは初めての体験でした。篠はざるを準備しました。清潔な白い布を敷いて、出汁をこしていきます。黄金色の液体がゆっくりと流れ落ちました。透明で美しい出汁。光を通すと、まるで琥珀のように輝きます。篠は小さなお玉で出汁をすくい、そっと唇に運びました。味見。その瞬間、篠の表情がわずかに緩みました。10年ぶりに作った出汁。けれども手は忘れていませんでした。これは本物の出汁ですね。料理長の田中が簡単の声を上げました。若い料理人たちも、その周りに集まってきます。誰もが篠の手元を見つめていました。いつもの皿洗いのおばさんとは、全く違う人がそこにいました。午前7時、ミシェルが到着しました。金髪をかき上げながら、いつものように厨房に行ってきます。しかし、その瞬間、彼も立ち止まりました。香りに包まれた厨房、そして、シンクではなく調理台の前に立つ篠の姿。何をしているんですか。ミシェルの声には困惑がありました。篠は静かに答えました。出汁を取っています。出汁。ミシェルが近づいてきます。蚊の鼻に、今まで嗅いだことのない香りが届きました。深く、複雑で、しかし優しい香り。篠は次の作業に移りました。白身魚の切り身を用意します。鯛の美しい身を、薄く、均等に切っていきました。包丁の音が厨房に響きます。トン、トン、トン。リズミカルで正確な音でした。若い料理人たちが息を飲みました。その包丁さばきは、芸術でした。一切の無駄がなく、美しく、そして確実。長年の経験だけが成し得る技でした。すごい。マリが小さく声を漏らしました。篠は魚の身を出汁の中に静かに沈めました。弱火でゆっくりと煮ていきます。決して沸騰させません。優しく、優しく火を通していくのです。湯気が立ち上がります。魚の甘い香りが出汁の香りと混じり合って、厨房全体を包み込みました。これは技術じゃない心なんですね。ミシェルが初めて、敬意を込めてつぶやきました。彼はフランスで多くの技術を学んできました。しかし篠の料理には、技術を超えた何かがありました。魂と呼べるような、深い何かが。午前は時、篠の料理が完成しました。碗に出汁を注ぎ、煮上がった魚の身をそっと乗せます。最後に3つ輪を一遍、緑の彩りとして添えました。シンプルでした。しかし、その碗から立ち上る香りには、言葉では表現できない深みがありました。ミシェルが最初に箸を取りました。一口、蚊の表情が変わりました。眉がわずかに上がり、目が見開かれます。そして、ゆっくりと頭を下げました。長い沈黙。この人は本当の料理人だ。ミシェルの声は小さく、しかし確信に満ちていました。他の料理人たちも、次々と味見をしました。みんな同じような表情を浮かべます。驚き、感動、そして敬意。佐久間さん、その次はどうすればいいですか。マリが初めて、篠を名前で呼びました。厨房の空気が変わっていました。篠は静かに微笑みました。長い間封印してきた料理人としての誇りが、ゆっくりと蘇ってきたのです。しかし、これはまだ始まりに過ぎませんでした。本当の挑戦は、今夜の晩餐会にあったのです。ハサン大臣との再会、そして、10年前の約束を果たす時が来るのです。篠の心の中で、小さな炎が大きくなり始めていました。晩餐会の日、午後5時、
レストランルセーヌは静寂に包まれていました。嵐の前の静けさのような張り詰めた空気が流れています。シノは更衣室で白い調理服に袖を通しました。いつもの作業着とは違う料理人としての清掃です。鏡に映る自分の姿を見つめながら深く息を吸いました。63年を生きた顔、刻まれたシワの一本一本に歩んできた道のりが宿っています。けれども今日のシノの目には静かな輝きがありました。厨房に戻るとミシェルと若い料理人たちが待っていました。みんな緊張していましたが、昨日とは違う種類の緊張でした。シノへの信頼がその空気を支えていたのです。佐久間さん、準備はいかがですか？料理長の田中が尋ねました。シノは小さくがんきます。調理台の上には厳選された食材が並んでいました。朝一番で築地から取り寄せた新鮮な魚、丹波の黒豆、京都から取り寄せた上等な昆布、すべてがシノの指定したものでした。シノは最後に包丁を手に取りました。和お布で丁寧に拭き、光にかざして確認します。10年ぶりに本格的な料理を作る、その重みをこの包丁とは勝ち合うかのように心を込めて料理をしてください。シノの静かな言葉にミシェルが短くがんきました。フランス料理とは違う、しかし料理の本質は同じだということを彼は理解し始めていたのです。午後7時、ダイニングホールでは招待客たちが着席していました。外交官、実業家、文化人、ドラ、タル顔ぶれが揃っています。そして主賓であるハサン文化大臣が入場しました。10年前よりも髪に白いものが増えていましたが、穏やかな笑顔は変わっていません。日本の文化を深く愛する知性あふれる紳士の佇まいでした。シノは厨房の小さな窓からその姿をそっと見つめました。胸の奥で何かが温かくなります。あの方です。小さなつぶやきが誰にも聞こえないように漏れました。料理が運ばれ始めました。最初は椀物、透明な出汁に白身魚と3つ輪が美しく配されています。シンプルでありながら深い味わいを約束する一品でした。次に茶碗蒸し、滑らかな卵液にエビとイチョウ、そして隠し味に少しのカニ肉、蒸し上がったばかりの温かさが湯気となって立ち会っています。そして最後に小さな握り飯、京都の老舗で修行した職人が作るような丁寧に握られた一口サイズのおにぎり、中には薄い昆布の佃煮が入っていました。ハサン大臣は箸を手に取りました。まず椀物から一口すすってしばらく目を閉じています。そしてゆっくりと顔を上げました。この味は覚えています。静かな声でした。けれども会場にいる全員に届くほど明確な声でした。大臣の表情が変わりました。驚きから、そして深い感動を得、10年前の記憶が鮮やかによみがってきたのです。病床で苦しんでいた時、体調を崩して何も食べられなかった日々、そんな中で出会った天使のような優しい料理、あの時の料理人の片派。大臣が振り返ると、シノが厨房の扉から静かに現れました。白い調理服姿でしんしんと頭を下げます。お久しぶりです。大臣。一瞬の静寂、そして大臣の顔に大きな笑顔が浮かびました。やはりあなたでしたか。会場にざわめきが起こります。この二人の間に特別な物語があることを誰もが感じ取りました。大臣は立ち上がってシノに向かって深く頭を下げました。あの時は本当にありがとうございました。あなたの料理が私の命を救ってくれました。会場に温かい拍手が響きます。最初は遠慮がちでしたが、次第に大きくなっていきました。シノの目に涙が光りました。しかしそれは悲しみの涙ではありません。喜びと、そして深い満足の涙でした。料理は国境を越える、人の心と心を結ぶ、見えない橋のような存在。シノは改めて、そのことを実感していました。厨房に戻ると、ミシェルと若い料理人たちが拍手で迎えてくれました。佐久間さん、素晴らしかったです。マリの瞳が輝いています。ミシェルも歩み寄ってきました。あなたから学ばせてください。かの言葉には心からの敬意が込められていました。シノは静かに微笑みました。長い間忘れかけていた感覚、料理人としての誇り、人を幸せにする喜び、それらがすべて心の中に帰ってきたのです。夜が更けてお客様方が帰られた後、シノは一人厨房で最後の片付けをしていました。今夜使った包丁を丁寧に研いでいます。料理は人を生かすものなんですね。小さなつぶやきが静かな厨房に響きました。包丁が月明光に輝きます。明日からまた新しい日々が始まるでしょう。しかし今度は違います。シノはもう単なる皿洗いの女性ではありません。みんなが認める
本物の料理人として、そして何より自分自身が認める料理人として再び歩み始めるのです。長い冬が終わって心に春が訪れた夜でした。翌朝、レストランルセーヌに足を踏み入れた瞬間、空気が変わっていることが分かりました。いつもの慌ただしい朝の準備とは違う穏やかで温かい雰囲気が厨房を包んでいました。シノはもはや隅のシンクにいませんでした。調理台の前に立って若い料理人たちに囲まれています。佐久間さん、おはようございます。マリが明るい声で挨拶しました。昨日まで皿洗いのおばさんと呼んでいた彼女が今では敬意を込めて名前を呼んでいます。シノは静かに微笑んで答えました。おはようございます。マリさん、その呼び方にも変化がありました。シノは今、一人一人の名前を覚えて呼んでいるのです。料理長の田中が現れました。手に一枚の辞令書きを持っています。佐久間さん、正式には食担当シェフとしてお願いします。シノの新しい肩書きでした。昨夜の晩餐会の成功を受けて、レストランの経営陣が下した決定です。シノはしんしんと頭を下げました。ありがとうございます。精一杯務めさせていただきます。その時、ミシェルが歩み寄ってきました。昨日までの傲慢さは消えて、謙虚な表情を浮かべています。シノさん、私たちには食を教えていただけませんか。フランス料理一筋だったかの心からの願いでした。昨夜、シノの料理を見て、料理の本質について深く考えさせられたのです。シノは少し考えてから答えました。喜んで。でも、和食は技術だけではありません。心を学んでいただくことになりますが、よろしいでしょうか。ミシェルが力強く願きました。お願いします。その日から、レストランに新しい風が吹き始めました。週に2回、営業前の時間を使って和食の教室が開かれることになったのです。最初の授業は出汁の取り方でした。シノは昆布を手に取って、若い料理人たちに見せました。昆布を選ぶときは、まず色を見てください。濃い緑色で、表面に白い粉がついているものが良いんです。マリが恐る恐る手を挙げました。なぜ白い粉がついているんですか。それは旨味の成分です。拭き取りすぎてはいけません。シノの説明は丁寧で優しいものでした。長年の経験から生まれた知恵を惜しみなく伝えていきます。昆布を水に浸してつき、火加減の調整、鰹節を削るタイミング、すべてが芸術のように美しく、そして理にかなっていました。すごいこんなに繊細なんですね。林が簡単の声を上げました。フランス料理とは全く違う世界でしたが、そこには共通する美味しさを追求する心がありました。2週間が過ぎました。若い料理人たちの表情が変わってきています。和食の技術を学ぶ中で、料理に対する向き合い法そのものが変化していたのです。料理は技術ではなく、心の温度なのですね。山田がシノの言葉を反芻するようにつぶやきました。シノが教えるのは、単なる調理法ではありませんでした。食材への敬意、季節を感じること、食べる人のことを思う気持ち、料理人として最も大切な心構えを、一つ一つ丁寧に伝えていました。ミシェルも変わりました。プライドの高い彼でしたが、シノの前では謙虚な生徒でした。和食の包丁の使い方に苦戦しながらも、真剣に取り組んでいます。フランス料理と和食は、表現方法が違うだけで、目指すものは同じなんですね。ミシェルの気づきでした。シノはその言葉に深く願きました。そうです。どちらも人を幸せにするための料理です。厨房の雰囲気が日を追うごとに暖かくなっていきました。ただし、すべてが順調だったわけではありません。ある日、レストランのオーナーが現れました。50代半ばの男性で、経営手腕には勝れていましたが、伝統よりも効率を重視する人物です。彼はシノの和食教室を見て、しかめ面をしました。こんなことをしている時間があるなら、もっと効率的に仕事をしてもらいたいですね。冷たい声でした。オーナーにとって、レストランは利益を生み出す場所。料理人の成長や心の交流は、二の次だったのです。シノは静かに答えました。申し訳ございません。しかし、これも大切な仕事だと思っています。大切な仕事を、皿洗いから料理人になったからといって、調子に乗らないでください。オーナーの言葉は辛辣でした。シノの顔がわずかに曇ります。しかしその時、ミシェルが前に出ました。オーナー、シノさんの教えは私たちの料理を向上させています。お客様にとってもプラスになるはずです。若い料理人たちも、シノの周りに集まりました。無言の支持表明でした。オーナーは不機嫌そうに舌打ちをして、立ち去りました。しかし、その表情には不満が色濃く残っていました。シノは皆に深く頭を下げました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。何を言っているんですか。
マリが力強く答えました。私たち、シノさんから本当に大切なことを学んでいるんです。その夜、シノは一人で厨房に残っていました。包丁を研ぎながら、今日のことを振り返っています。オーナーの言葉が、心に重くのしかかっていました。しかし、若い料理人たちの指示が、彼女に勇気を与えていました。まだ道のりは長いですね。小さなつぶやきが厨房に響きました。包丁の輪が蛍光灯の光を反射して、キラリと光ります。まるでシノの決意を表しているかのように、変化は確実に起きていました。けれども、それを快く思わない人もいる。シノはそのことを痛感していました。しかし、もう後戻りはできません。料理人としての魂を取り戻した今、どんな困難があろうとも歩き続けなければならないのです。新しい嵐の予感が、静かな夜の空気に混じっていました。3ヶ月が過ぎました。レストランルセーヌには、これまでとは全く違う空気が流れていました。新聞や雑誌に取り上げられ、和食とフレンチの融合として注目を集めるようになったのです。午前と時、開店前の静かな時間、シノは相変わらず誰よりも早く厨房に立っていました。しかし今は一人ではありません。マリと山田が、彼女の横で黙々と準備をしています。シノさん、昨日のお客様の反応はいかがでしたか？マリが丁寧に昆布を拭きながら尋ねました。昨夜、彼女が初めて一人で作った茶碗蒸しを特別メニューとして提供したのです。シノは穏やかに微笑みました。とても喜んでいらっしゃいましたよ。心が温かくなるとおっしゃっていました。マリの方が薄く好調します。師匠からの褒め言葉が何よりも嬉しかったのです。厨房の向こうでは、ミシェルが新しいメニューを試作していました。フランス料理の技法に和食の繊細さを取り入れた独創的な一品です。彼はシノのもとに皿を運んできました。味見をお願いします。白いプレートの上には美しく盛り付けられた料理がありました。フォアグラのムースにほんのり昆布で汁の風味を効かせたソース。西洋と東洋の出会いが一つの皿の上で表現されています。シノは小さなスプーンで一口味わいました。目を閉じてゆっくりと味を確かめます。素晴らしいですね。ナゴの心が感じられます。ミシェルの表情が明るくなりました。数ヶ月前まではシノを軽蔑していた彼が、今では心からその評価を求めているのです。昼のサービス時間、レストランは満席でした。予約は2週間先まで埋まっています。テーブルでは、お客様たちが料理にした包みを打っていました。このあんもの、本当に優しい味ですね。年配の女性が連れの方に話しかけています。まるで故郷の味のよう、懐かしくて、でも新しい。その言葉を聞いて、シノの胸が温かくなりました。厨房の片隅から、お客様の様子をそっと見守っています。午後3時、束の間の休憩時間、若い料理人たちがシノの周りに集まっていました。今日も和食の基本を学ぶ時間です。こんにちは。包丁の研ぎ法を教えます。シノが砥石を準備しました。包丁を寝かせる角度、水の使い方、力の入れ具合、すべてが長年の経験から生まれた技でした。包丁は料理人の魂です。毎日手入れをして大切にしてください。林が自分の包丁を取り出しました。シノの指導で研ぎ始めます。最初はぎこちなかった動きが次第にリズムを持ち始めました。シャッ、シャッという砥石の音が厨房に響きます。いい音ですね。山田が感心して言いました。包丁が砥石と語り合っているような美しい響きでした。シノは一人一人の手つきを見て細かくアドバイスをしていきます。技術だけでなく包丁への愛情も伝えているのです。夕方になるとレストラン評論家の姿も見えました。有名なグルメ雑誌の記者です。シノの料理について取材に来たのでした。佐久間シェフの料理は技術を超越していますね。記者が簡単の声を上げました。まるで心を洗われるような清らかな味わいです。シノは謙虚に頭を下げました。ありがとうございます。でも私はただお客様に喜んでいただきたいだけなのです。その夜、雑誌の取材が終わった後、シノは一人で厨房に残っていました。いつものように最後の片付けをしています。料理評論家からの称賛、お客様からの感謝の言葉、弟子たちの成長、すべてが夢のような出来事でした。しかしシノの心はふついていませんでした。成功することよりも大切なことがある。それを彼女は知っていたのです。包丁を研ぐ手を止めて、シノは深く息をつきました。3ヶ月前、自分は隅でひっそりと皿を洗っていました。誰からも注目されず、軽んじられていた存在でした。今は違います。多くの人から尊敬され、弟子たちに慕われています。しかし、本質は変わっていません。シノにとって料理は、名声を得るための手段ではありません。
人の心を温めるための大切な方法なのです。翌朝も彼女は誰よりも早く厨房に現れました。いつものように出汁を取り、丁寧に食材の準備をします。昨日と同じ、そして明日も同じ、その繰り返しの中にシノの生きる意味がありました。マリが現れるとシノは微笑んで迎えました。おはようございます。おはようございます。シノさん。二人は並んで作業を始めます。師匠と弟子という関係を超えて、同じ志を持つ料理人同士として、厨房に朝日が差し込みました。新しい1日の始まりです。今日もまた、多くのお客様がシノの料理を求めてやってくるでしょう。しかしシノは、その期待にプレッシャーを感じていませんでした。ただ心を込めて料理を作る。それだけで十分だと思っていました。昆布の香りが厨房に広がります。この香りとともに、シノの新しい人生が続いていくのです。名声や成功よりも、はるかに大切な何かを胸に抱きながら、若い料理人たちが次々と現れ、シノの周りに集まってきました。こんにちは、何を教えていただけますか。彼らの目は輝いています。技術を学びたいという欲求だけでなく、シノの心に触れたいという願いが込められていました。こんにちは、感謝の気持ちについてお話ししましょう。シノの静かな声が、厨房に響きました。料理は技術だけではない、心が一番大切だということを、彼女は毎日少しずつ伝えていくのです。午後の光が厨房を優しく照らしています。その光の中で、シノと弟子たちの姿が美しいシルエットを作っていました。まるで一枚の絵画のように、時間は流れていきますが、この瞬間の美しさは永遠に続いていくでしょう。シノの人生に、誠の意味での春が訪れていました。1年後の早朝。午前5時、柔らかな朝日が厨房の窓を照らしていました。横浜の港から昇る太陽が、ステンレスの調理台を金色に染めています。シノは今日もいつものように、誰よりも早く厨房に立っていました。手には古い包丁。その輪が朝日を受けて、静かに輝いています。昆布を水に浸す音が響きました。1年前と同じ動作でしたが、その意味は大きく変わっていました。もはや隠れるような作業ではありません。堂々とした、料理人としての誇りに満ちた所作でした。午前6時、おはようございます。シノさん。若い料理人たちが次々と現れて、丁寧に挨拶をしていきます。マリ、山田、林、そして新しく行った見習いの田島。みんなの表情には、心からの敬意がありました。シノは穏やかに微笑んで答えました。おはようございます。今日もよろしくお願いします。もう誰も彼女を皿洗いのおばさんとは呼びません。シノさん氏の先生と、名前で呼ばれています。厨房の空気は、完全に変わっていました。差別も嘲笑もありません。あるのは、お互いへの尊敬と、料理に対する真摯な姿勢だけでした。ミシェルが現れました。今ではシノの一番の理解者になっています。今朝の出汁の香り、素晴らしいですね。かの言葉に偽りはありませんでした。フランス料理一筋だった彼が、今では和食の奥深さを心から理解しているのです。シノは昆布を引き上げました。透明で美しい出汁が、鍋の中で静かに湯気を立てています。この1年で、何百回も繰り返してきた作業でした。鰹節を削り始めます。シュッ、シュッという音が厨房に響きます。若い料理人たちは、その音に耳を澄ませていました。シノの包丁さばきは、もはや一つの芸術として認められていたのです。先生、昨日教えていただいた茶碗蒸し、お客様にとても喜ばれました。田島が嬉しそうに報告しました。まだ行って3ヶ月の彼ですが、シノの指導で着実に成長しています。それは良かったですね。心を込めて作ったからでしょう。シノの返事は簡潔でしたが、ぬるかみがありました。午前はち時、開店準備が本格的に始まりました。レストランルセーヌは今、横浜で最も予約の取れない店の一つになっています。和食とフレンチの融合という新しいスタイルが評判を呼び、連日満席が続いていました。しかしシノは、その成功におごることはありませんでした。毎日、同じように丁寧に出汁を取り、心を込めて料理を作る。その積み重ねが、今日の結果を生んだのだと理解していたのです。昼のサービス時間、厨房は活気に満ちていました。しかし1年前のような慌ただしさはありません。みんなが落ち着いて、連携の取れた動きを見せています。シノの椀物が運ばれていきました。透明な出汁に白身魚と3つは、シンプルでありながら、深い味わいを持つ一品です。ダイニングホールから、お客様の簡単の声が聞こえてきました。この優しい味心が温まります。シノの胸が静かに満たされました。1年前に感じた喜びと同じ、しかしより深い満足感でした。午後3時、
束の間の休憩、シノは包丁を研いでいました。毎日欠かすことのない作業です。砥石の上を滑るの音がリズミカルに響いています。シノさん、マリが近づいてきました。今では立派な料理人に成長しています。何でしょう。料理って何なのでしょうか。突然の質問でした。しかしシノは困惑しませんでした。この1年で何度も同じ問いを受けてきたからです。シノは包丁を置いて静かに答えました。料理は人と人をつなぐ言葉です。その言葉に深い重みがありました。長い人生の中でたどり着いたシノなりの答えでした。マリの目が輝きました。言葉ですか。そうです。国や文化が違っても美味しいものを食べた時の笑顔は同じでしょう。シノの説明は続きました。料理は心を込めて作る。それを食べた人の心に響く。それが料理の本質なのです。厨房の若い料理人たちがその会話に聞き入っていました。技術だけでは表現できない料理の真髄に触れる瞬間でした。夕方が近づきました。シノは最後の仕込みを終えて厨房を見回しました。1年前、この場所で屈辱を味わった時のことを思い出します。あの時の痛みがあったからこそ今がある。シノはそう確信していました。窓の外で小鳥が鳴きました。清らかで美しい声でした。まるでシノの新しい人生を祝福しているかのように。夜のサービスが終わった後、シノは一人で厨房に残っていました。いつものように最後の片付けをしています。しかし今夜は特別でした。来月、シノは料理学校で講演をすることになっていたのです。心を込めた料理についてというテーマで、若い料理人の卵たちに話をするのです。1年前には想像もできなかった出来事でした。シノは古い包丁を手に取りました。この包丁と一緒に歩んできた道のり、挫折も屈辱もありましたが、それらすべてが今の自分を作り上げていたのです。ありがとう。小さなつぶやきが静かな厨房に響きました。包丁に向けた言葉でしたが、同時に人生そのものへの感謝でもありました。厨房を出る前に、シノは振り返りました。昆布の香りがまだかすかに漂っています。この香りは、シノがここで過ごした時間の章でした。一人の女性の静かな誇りが残した目に見えない証拠でした。翌朝もシノは誰よりも早く厨房に現れるでしょう。そして昆布を水に浸し、丁寧に出汁を取り、心を込めて料理を作る。その繰り返しの中に彼女の人生の意味があるのです。シノの人生は華やかではありませんでした。しかしその香りは長く人々の心に残り続けるでしょう。一杯の温かい汁物のように、ゆっくりとしかし確実に多くの人の心を温めながら、朝日がまた昇り、新しい1日が始まります。レストランルセーヌの厨房には今日もまた昆布の優しい香りが漂うのです。年齢はただの数字に過ぎません。本当の実力と心はいつでも輝くことができます。シノのように黙々と自分の道を歩み続けていれば、いつか必ず全ての人が認める瞬間が訪れるでしょう。今日一日もそれぞれの場所で最善を尽くしている皆さんを心から応援しています。それでは今日のお話はここまでです。動画をご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。私は AI ナレーション、ソンジアでした。チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ありがとうございました。